ぜて焼くだけ。よく見かけるタイトルではありますけどね、大体のものがそうっていうね大体の料理混ぜて焼くだけっていうところはありますが、今日はですねマンゴーバナナブレッド作っていきたいと思います。まず型ですね。型はねパウンド型使うことが多いみたいなんですが、何でもいいみたいですね。なので私は今日はねこのでっかいホーローで焼いてみようかなと思います。でバナナですね。今日ねいいところがいっぱいあって、分量もねガバガバでいいみたいなんですね。もうなんとなく焼ければそれでいいから、こうやってねバナナによって重さ違うと思うんだけど、重くても軽くてもとにかくですね3本、バナナ3本入れていきます。では生地作りやってまいります。生地には2本入れますね。最後に余ってぞ1本入れる。ガバガバクッキング、ドルチェ&ガッバーナですね。それドルガバですね違うねそんなやってる場合じゃね。この段階であまり潰しすぎない方がいい。ちょっとフルーツの粒々感が残るぐらいがいいということですね。いいんじゃないでしょうか。あとは材料をどんどこ入れていきます。今日は発酵いらずの簡単パンということで、イーストを入れないんですね。でイースト入れないでねどうやって膨らませるかって言ったら、重曹もしくはベーキングパウダーを入れる。片方どっちか入れてもいいけど両方入れてもいいみたいで、海外の人のレシピ見てたらね結構両方、これですね入れる人が多くて、私もちょっと真似して両方入れてみましょう。ベーキングパウダーは縦に膨らんで、重曹はね横に膨らむっていうことだったから、ちょっとね膨らみ方が違うっていうことですね。でねこうやって作るパンのことをクイックブレッドっていうらしくて、日本でいうとね即成パンなんだって。そういう作り方があるっていうのね、私知らなくてちょっと勉強不足でしたけれどもね、まだまだ知らないことがありますね。ここまでできました。で型に入れていく。これあれですね、マフィン型とかで作るんだったらもうマフィン型に入れて焼いていくっていう感じでいいみたいですね。でねバナナブレッドね本当に誰が作っても失敗しないって言われてるみたいで、誰がどう作っても失敗せえへんねんってそんなもの世の中にあるとは思ったけどっていうぐらいとにかく簡単って言われていて、フランス人のパティシエがね、あれを一体誰が下手に焼けるのって言ったっていう逸話なのか何なのか分かんないけどなんかそういうことを言ったって言われてるぐらい。どう？めちゃくちゃいい気すんねんけど、心配やからもうちょっと焼くね。心配やから75分焼くねいや多分さっきの40分時点でできてた気はすんねんけど、焼きすぎたかな。でもね今日ちょっと水分が多くてフルーツをねたっぷり入れたからちょっと心配だったからたくさん焼きましたね。できました。どうですかフランスパティシエの方絶対失敗しないらしいけどね。どうだろうか。切った感じはねパンとケーキの間みたいな感じがしますね。焼けていますか？焼けてるかな。だいぶねウェッティな感じはしますけれども、いい香りしてます。いただきます。うまバカうまめっちゃ美味しくできてます。焼きすぎたかなと思ったけど全然大丈夫。しっかりとねやっぱ火通した方がいいかなと思って
焼きましたら中の方までちゃんと焼けてましたね。お味はね、あったかい時にアイスクリームなんか添えたりしたら美味しいんだろうなっていう、なんかそういうほんのり甘くて結構優しい味っていう感じですね。今日ね粉とかも強力粉、米粉とか入れましたけど、これ薄力粉だけとか強力粉だけとかね、お家にあるやつで全然大丈夫みたいですし、ヨーグルトもねめんどくさかったら入れなくても全然大丈夫っていうことでしたね。本当にね適当って言ったらあれやけど、とにかく塊にして火が通るまで焼くそれでねできちゃうっていうのがとっても魅力でしたね。今日は、発酵いらずの簡単パンバナナブレッド作ってみましたが、いかがだったでしょうか。ここまでご視聴いただいた皆さん、いつも本当にありがとうございます。また見てね。バイバーイ。